大屋島誕生の巻。おのころ島に飛び降りるイザナギとイザナミ。そうすると島の真ん中にでーんと大きな石があった。それはまるで天を支えているような大きな大きな石だった。二柱の神様はその石を柱に見立てて雨の御柱と名前をつけた。そしてこの大きな石、雨の御柱に支えられた天と地こそ大きな御殿だと考えて八尋殿と名前をつけた。そうするうちにイザナギとイザナミに体というものができ始めた。イザナギは驚いていった。僕には体ができてきた。君にも体ができただろうか。どんな風にできただろうか。イザナミはできたばかりの自分の体を見ていった。なりなりなって私にも体ができましたわ。でも一箇所足りないところがあるみたい。イザナギも自分の体を見て言いました。なりなりなって僕にも体ができたけれど、なんだか一箇所余ったところがあるみたい。そしてイザナギはイザナミに提案しました。僕の体の余ったところで君の体の足りないところを差し塞いで国を生んではどうであろうか。ねえ、どう思う？イザナミはこくりとうなずいていいと思うわと答えました。ではこうしよう。君と僕はこの雨の御柱をぐるりっと回って出会ったところで見つめ合うんだ。君は右から、僕は左から。さあ回ろう。イザナギはそう言って大きな柱を回り始めた。イザナミも大きな柱を回り始めた。それは本当に大きな柱だった。道は険しくてはるかに遠かった。二柱の神様はまるでヘトヘトになってようやく出会うことができた。だからであろう。女神のイザナミはイザナギに出会うなり先に声をかけてしまった。あなたはなんてかっこいい男性かしら。イザナギも慌てて返事をした。君はなんてかわいい女性だろう。しかしそれはとても間が悪い気がした。にゃお。それはとても間が悪い気がした。おいでおいで。おいでおいで。間が悪い気がした。そして女性から先に声をかけるのはいかがなものだろうと少しふてくされた。それでもやっと出会えたことである。細かいことは気にしないで結婚しようということになって結婚をした。しかしそうして生まれたのはヒルコという骨なしの子供であった。二柱の神様は足の船を編んでそのヒルコを海に流した。次に生まれたのは淡島だった。これもあまりに儚げでとても数に数えられる子供ではなかった。どうして変わった子供ばかり生まれるのだろうとイザナギとイザナミは悩んだ。そして天にいる神様たちに聞いてみようということになって天へと舞い上っていった。二人を迎えた神様は言った。太まにという占いをしてから、イザナギよ。お前はどうやら結婚の手順に不満を待っているようだな。お前は女であるイザナミが先に声をかけたことを面白くないと思っているんじゃろう。それならば今度はそこを改めてもう一度結婚し直してみてはどうじゃろう。イザナギとイザナミは島に再び戻り、そして柱をぐるりと回った。そして出会ったところで今度はイザナギが先に声をかけた。イザナミよ、君はなんてかわいい乙女であろう。イザナギ様、
あんたはなんて素敵な殿方でしょう。そうして結婚し直したところ、今度は元気な子供たちがポコポコと生まれた。最初に生まれたのが淡路島、次に生まれたのが伊予の島、その次沖ノ島が生まれて、筑紫が生まれて、壱岐が生まれて、対馬が生まれて、佐渡が生まれて、最後に豊明津島が生まれた。二柱の神様は喜んで、この8つの島をまとめて大屋島と呼んだ。指さすのがへとったな。最初に生まれたのが淡路島、そして次に生まれたのが伊予の島、そして次に生まれたのが沖ノ島、ここ。その次に筑紫が生まれて、それから壱岐が生まれて、それから対馬が生まれて、それから佐渡が生まれて、最後に、豊明津島が生まれた。二柱は喜んでこの8つをまとめて大屋島と呼んだ。というところで今回の紙芝居はこれでおしまい。次回は家臣家具土の巻です。お楽しみに。